皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は視聴者様からのリクエストにお答えして、日本が世界に誇るメガサプライヤーデンソーの最新決算と今後の行方を点検していきます。今回は農業ビジネスへの参入といった次世代の成長戦略に加えて、視聴者の皆さんも気になる過去最大規模の自社株買い TOB について、通常の自社株買いと何が違うのか分かりやすく深掘り解説していきます。本日も最後までご安全に。まずは初動点検です。のんびり点検シートでこの銘柄の現在の健康状態をサクッと確認してみましょう。配当利回り 3% 以上に対し 3.81% で合格。 ROE10% 以上に対し 8.5% で不合格。自己資本比率 50% 以上に対し 62.9% で合格。配当成功 50% 以下に対し 41.1% で合格。補足、本業の稼ぎを示す営業キャッシュフローも5110億円のプラスとなっており合格です。 ROE が少し物足りないですが、その他は非常に優等生な数字が並んでいますね。続いて事業内容の点検です。次にこの会社がどうやってお金を稼いでいるのか、事業の柱を点検します。一番の稼ぎ頭は自動運転などを担うモビリティエレクトロニクスで、全体の 29%、2兆1987億円です。ここでの深掘りポイントは、デンソーが自動車一本足からの脱却を図っている点です。実は2030年に向けて FA 工場自動化で3000億円、そして農業の領域で1000億円の売り上げを目指しています。自動車で培った温度管理や自動化技術をビニールハウスなどの施設園芸に転用し、食の安定供給という巨大市場を狙っているんです。次に業績の軌跡点検です。過去5年間の業績トレンドです。売上高は右肩上がりで成長し、最新期には7兆5400億円に拡大しました。営業利益も部材高の向かい風がありながら現場の合理化でカバーし、5525億円と過去最高レベルです。この利益を生み出す源泉として注目なのが、2027年に愛知県に竣工予定の全苗南新工場です。ここではフィジカル AI を現場に実装し、人と機械が学び合う究極のものづくり革新が行われます。労働人口の減少というピンチをチャンスに変える取り組みです。次は財務の深掘り点検です。総資産8兆7308億円に対して手元現金は1兆1891億円とたっぷり。一方で有利子負債は8113億円です。つまり借金より現金が多い実質無借金の状態です。自己資本比率も 62.9% と非常に高く、倒産リスクは極めて低いがっちりした岩のような財務といえます。続いて還元姿勢の点検です。みんな大好き配当金です。過去5年間綺麗な右肩上がりで増配中。そして来期2027年3月にも74円への増配を予想しています。会社は2030年度に DOE 株主資本配当率 4.0% 以上という力強い方針を掲げています。現在の1株当たり純資産約2040円から理論上の配当金を計算すると、なんと約82円という理論配当金が導き出されます。来期の74円から見てもまだまだ増配のポテンシャルを秘めています。次は直近決算と労務買収提案の取り下げです。直近の2026年3月期は売上高7兆5400億円、前期比プラス 5.3%、営業利益5525億円、前期比プラス 6.5% と見事な増収増益でした。来期2027年3月期については、将来の開発投資を増やすため営業利益5000億円、前期比マイナス 9.5% の減益予想としています。また話題になっていた労務への買収提案ですが、こちらは取り下げとなりました。会社発表によれば、複数回の協議で理解は深まったものの、労務側の賛同を得るには至らなかったためとのことです。ただし製品開発などの協業や人的交流はこれまで以上に進展させていくことで合意しており、前向きな関係性は続いていくようです。さて今回のハイライトです。
会社が過去最大3136億円の事後株式取得を発表しました。実はこれ、通常の市場で買う自社株買いではなく TOB 公開買い付けという手法が取られています。通常の自社株買いと TOB、 何が違うのか。通常の自社株買いは証券取引所を通じてその時の市場の株価で少しずつ買い集めます。一方の TOB はあらかじめ買い付け期間、価格、株数を公開し、市場外で株主から直接買い取る方法です。今回なぜ TOB を選んだのか。理由は3つあります。1、株価の暴落を防ぐため。今回トヨタ自動食器などの大株主がデンソー株を売りたいという意向がありました。これを通常の市場で一気に売られると、大株主の売りにより株価が大暴落してしまいます。それを防ぐための市場外取引です。2、会社の現金を節約するため。 TOB の制度を使うと市場価格より安いディスカウント価格、今回は市場価格から 10% 引きで買い付けることができます。これにより会社の資産、現金の流出を最小限に抑えられます。3、すべての株主に平等な機会を設けるため。大株主だけでなく一般の株主にもこの条件で会社に買い取ってもらうかを判断する機会を平等に与え、透明性を確保するためです。非常に理にかなった株主思いの賢いやり方と言えますね。続いてチャートと需給の点検です。現在の株価は1944円付近で推移しています。2月には2310円まで上がりましたが、そこから少し調整して現在はサポートライン付近で押し目を作っている状態です。そして重要な需給の点検ですが、現在の信用倍率は 14.25 倍と少し買い残りが多く重たい数字になっています。通常であれば上値が重くなる要因ですが、ここで強力な援軍となるのが先ほど解説した3136億円の特大自社株 TOB です。大株主などの売り圧力を会社側が直接吸収してくれる形になるため、需給の悪化を未然に防ぎ、今後の株価上昇に向けた強烈な下支えとして機能してくれます。最後に結論です。のんびりの判定と指値戦略について。総評としてデンソーは圧倒的な技術力と盤石な財務、そして株主還元への強い意志を持つ長期保有の王道銘柄です。投資戦略としては来期の現役予想などで一時的に売られる場面が広い場です。具体的な指値としては直近の年初来安値であり、チャートの上の強いサポートラインとして意識されやすい1800円付近を提案します。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。